everyone, thank you always for your support. It's Alon. 皆さん、いつも応援ありがとうございます。アロンです。皆さんのお国では、今、どうですか気温。コメントでも、たくさんいただきまして、ありがとうございます。そうですね、前回も、大阪すごく暑くなってきたっていう話をしたんですけども、さらに、また気温が上がりまして、もう汗びちょびちょです。はい。あの、なんですが、ずっと家にこもりっきり、だと、ダメですので、はい。いつもなんですかね、買い物とか、そうですね、生活用品とか、必要な時にはもちろん、外には出ていたんですけれども、今回ちょっと気晴らしに、あの暑かったんですが、外にちょっと散歩に行ってみました。暑いし、敬遠してたんですけれども、やっぱ外に出ると、ちょっと気持ちよかったですし、ちょっと見えてなかった部分とか、自分との気持ちの振り返りだったりとか、考えるには、やっぱ散歩っていいですよね。ふと思ったんですけれども、私は、晴れた日とかは、必ず日傘を持って、日傘を差して、あの、え、暑さ対策をしているんですけれども、テレビとかニュースで、外国の映像とか映ってる時に、あんまり日傘を差されている方っていらっしゃらないなと思っていて、この日傘とか、あの日よけの手袋とか、そういうのって、日本人のなんかこう特徴なのかなっていうのも感じました。はい。私は結構日焼け対策として、やっぱこう、肌に直接太陽が当たると結構赤くなりやすい体質なので、予防してるんですけれども、あの、やっぱどうしてもそうですね。だんだん今子供がちょっと大きくなってきてくれたので、そんなことは減ってきたんですけれども、ちょっと前までは一緒に公園で走り回ったりとか、していたので、もちろんその時は傘差しながらとかできないので、もうだいぶ日焼け止めを塗って、対策をしていたんですけれども、やっぱそれでもやっぱちょっとヒリヒリとかしたりとか、大変でしたね。はい。やっぱこう、傘持ちながらこう抱っこもできませんし、もう傘持ちながら走り回ることもできませんし、もうそれが、やっぱちょっと大変だなって、はい、あの時大変だったなっていうのを思い出しながら、あの、日傘を差しながら歩いてたんですけれども、ちょっと行ったところは、日中、平日だったっていうこともあり、人もいつもよりは少ないなっていう感じだったので、空港ちょっとぼーっとできたというか、ゆっくり、はい、久々にできました。そうですね、これからのこと、息子との時間を大切にしながら、働ける、生活できる資金を稼げる、そういう仕事探しは続けている状況なんですけれども、やっぱりこういう YouTube を通して皆様と交流できる、あの、できる場っていうのはすごく私にとって、あの、なんですかね、すごいほっとすると言いますか、こんなに応援してくださる方がたくさんいるんだっていうのを感じれる、もう本当に私にとってなくてはならない、コミュニティの場となっております。それも、皆様のおかげだと思っております。ありがとうございます。はい。でもですね、やっぱりこの YouTube だけでは、もちろん生活はできないので、あの、その他で、単発の仕事を、しているっていうのは、前の動画とかでも、お話しさせていただいているんですけれども、別途やっぱ今挑戦していることがあって、
はい。そうですね、やっぱこう、パソコン一つで、何か、え事業をできるっていうのも、すごく、大切だなと感じているので、えっと、そうですね、視聴者さんの方の、話の中で、息子にプログラミングとか、そういうのを、ちゃんと、将来役に立つから、あの、覚えさせてあげた方がいいよってアドバイスをしてくださった、方がいらっしゃいまして、本当にありがとうございます。で、私も本当にそうだなと前から思ってまして、で、まあ、一緒に、息子もそうですけど、私自身もちゃんと、今からでも分かってないといけないなと改めて思いまして、自分で何か、あの、今 AI エージェントとかすごい盛り上がってますので、それを使って何かできないかなと、試行錯誤しております。えなんかそこからまた、例えば楽しいアプリを作ったりとか、そういうことをして、皆様にも役に立つ、そして自分にも役に立つアプリを作って何かこう、えっと、何かこう役に立てるものができたら、もう最高にそれって、嬉しいことだなと思いますので、あの、挑戦しております。はい。そうですね。まだまだすごく勉強しなきゃいけないことはたくさんあるんですけれども、今からでも全然遅くないって思いますので、はい、もうやれることは何でもやっていこうかなと思って今、挑戦中です。はい。なんかこういうふうに、前向きに考えることができたのも、皆様が、応援してくださったおかげだと思っております。本当にありがとうございます。あとですね、なんか自販機にバナナスムージーっていうのがあったんですよ。なんか喫茶店とかではよく見るものだと思うんですが、自販機に売ってると思って、どんな味がするんだろうと、しかもなんか甘酒とバナナ。どんな味だろうと思いまして、買ってみました。1本300円っていうなんか、これぐらいのやつで、あの、ちっちゃいんですけど、300円、ちょっと高いなと思いつつ、でも味が気になったので、飲んでみました。はい。結果、すっごい美味しかったです。よいしょ。いい。これでやるんでしょうか。うん。ドロドロもしてないし、いいですね。うん。いや、ほんと、いい感じの、本当に自然な甘さって書いてるんですけど、本当に甘すぎなくてちょうどいいです。はい。おすすめです。くどくないんですよね。なんかすごいドロドロして、なんか喉にこう、溜まる感じとか、そういうのもなくて、サラサラっと飲めて、で、甘さも本当に甘さすっきり、甘すぎない、濃すぎない、本当にちょうどいい塩梅の、飲み物でした。はい。いや、確かに朝にもいいなと。出勤前の方が買って飲んで行かれるっていうのも分かるなって思いましたね。すごく意外でした。いい意味で。こんな美味しいんだと思って。なんかそういうのもこう散歩してて、発見できたのそうですね。一日何かしらの発見できるのって、すごくいいなって思いましたね。うーん。やっぱこう、
誰かと関わったり、外に出たりとか、そういうことをしないと気づけない部分だったと思うので、はい、なんかとてもハッピーな気持ちになった一日でした。そしてまた、久々に、この間の息子とカムクラっていうラーメン屋さんに行ったんですよ。なんでそこでなんかカムクラ行こうってなったかというと、なんかニュースを見てると、関西空港のところに、あの、ところのカムクラ限定で、5000円のラーメンを、出すっていう、なんかに出すなのか、これから発売されるのか、もう出しているのか、ちょっと忘れちゃったんですけども、出るということで、5000円のラーメン、わーっと思ったんですが、ちょっと関西空港まで、行くのは、ちょっと遠いので、近くの、ちょうど、そういえばあったなと思って、5000円は5000円の、やつが売ってたとしても、とてもじゃないんですが、払えないので、なんですけども、ま鎌倉のラーメン、久々に食べたいなって思って、息子と食べてきました。はい、とっても美味しかったです。よく九州とかのラーメンは豚骨ベースのものが多くて、ちょっとこってりしてるんですよね。前は、どっちかっていうとそっちのこってりな方が好きだったんですけれども、最近はなんかやっぱあっさりとしたものがいいなと思ってまして、なのでラーメンっていうよりかは、蕎麦とか、うどんとか、そっちの方が、あの、食べたいなってなってたんですけれども、鎌倉のラーメンは、すごい、出汁なんですよね、スープが。なので、もう全然、全部飲めちゃう感じでした。もう、全部、スープまで全部完食したんですけれども、本当に、スルスルっと食べれる、食べやすいラーメンなので、おすすめです。本当胃もたれもしませんし、本当にラーメンのその商品の名前が、美味しいラーメンっていうあの、なんか、普通やるとしたら、肉ラーメンとか、海鮮ラーメンとか、なんか、そういう食材とラーメンでつけがちだと思うんですけれども、カムクラのやつは、基本の一番のメニューが、看板メニューが、美味しいラーメンっていう名前なのもなんかいいなーって思いますね。すごいネーミングいいなーって思いますね。はい。すごい考えられた方、本当ナイスだなーって、はい、見て感じました。うん。はい。もし、皆様も日本に来られた際は、ぜひ、ぜひ、カンクラのラーメン食べてみてください。で、海外からだと、だいたい関西空港、大阪だと関西空港、キックスですね、に、あの着くと思うんですけども、到着すると思うんですけども、そこのカムクラ、そこにもカムクラのラーメンがありますので、もしよければ食べてみてください。はい。うん、ぜひ、おすすめです。はい。いつもありがとうございます。またちょっとはい、ちょっとずつ休みつつ、はい。でも、ちゃんと努力はし続けたいと思いますので、今後も応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。Thank you always for your support. We will continue to do our best, just the two of us. If this video touched your heart even a little, please like and subscribe. I look forward to your thoughts in the comments. See you in the next video.